こんにちは、マリーです。今回は初めての S ハウス1階向けハウジングとして海が見えるアンティークカフェを作ります。壁や天井にはアンティーク感を取り入れて、正面には船が浮かんだ透明感のある海が見える潮風を感じられるようなカフェとなっています。個室へのアクセスも確保されているので、FC ハウスとしても使いやすい設計です。S ハウスの地下は今ある個室用のレシピが使えるので、カフェの地下の居住スペースとしてお好きなものを選んで作ってみてくださいね。まずは下準備です。床の内装はマス目のセラミックフローリング、天井照明は NPC 売りのザナランペンダントランプ、内壁はランダムウッドインナーウォールにそれぞれ変更しておきます。それでは作っていきます。イシュガルディアンフリーパーティションを縦にして左から2マスのところに設置します。グリッドを使うと2マスのラインを少しはみ出ますが、この場所で OK です。つなげて2枚設置します。反対側も壁から2マスのところに2枚設置します。ステージパネルを奥から1マス、横のパーティションから 1.1 マスの場所に設置します。もう1枚つなげます。トライアングルウォールを裏返してドア側から1マスのところにドアを挟むように2枚設置します。今回外装のドアをそのまま使用しますが、染色できるドアの場合はブルー系に染色すると良いと思います。今使っているのは一体型外装のカフェコテージウォールのドアです。北向きに戻り、デラックスステージを左と奥の壁に合わせて設置します。ウッドスラットパーティションを取り出して見えやすい場所に置きます。ダウンライトウッドロフトをウッドスラットの貼れる高さの一番上に貼り付けます。続いて複製された足場を天井の針が隠せる高さに貼り付けます。2つが貼れたらウッドスラットを90度回転させて壁の方に持っていき、複製された足場が左の壁に接していること、青い壁には金網の影がきれいに出ていることを確認してウッドスラットを設置します。所持品の中から好きな壁掛け家具を取り出して壁に貼り付けた後、もう一度所持品に戻します。そうするとウッドスラットからロフトとされた足場が剥がれているので、ウッドスラットだけを移動させることができます。この流れをあと5回繰り返して天井を覆っていきましょう。ちなみにこの壁と天井のセットをつなげれば広いエリアにもアレンジが可能です。6セット作り終えたところです。ここで一度照明を1に落として影の出方を確認してみます。金網の影の線が広がってしまっていたり、バランスが悪い場合はここで修正しましょう。反対側もいい感じですね。次にイシュガルディアンピラーをデラックスステージの奥の角に置きます。柱が半分くらい見えるように置いてください。
反対側にも置きます。トライアングルウィンドウを裏返して右奥のピラーの横に置きます。こんな感じで機械の入り口との間にちょうど収まると思います。もう一つ裏返して向かい側に設置します。倉庫からイシュガルディアンパーティションドアを取り出して地下への入り口にドアをはめ込むイメージでサブメニューの配置するから設置します。置けたら通路側に移動します。ウッドステップをデラックスステージの高さに合わせて貼り付けます。これで地下とスムーズに行き来できるようになりました。次にログピラーを開けてあった左奥の隙間に設置します。色違いの2色を並べて隙間を埋めましょう。FC ハウスの場合、ログピラー越しにドアが選択でき、個室への出入りが可能です。カントリーチョコボカウンターを取り出して置ける場所の一番奥に置きます。ウッドブラインドカーテンをカウンターの黒いところのすぐ下の貼れる場所にグリッドを使って貼り付けます。左、右、真ん中の順番で同じように貼り付けていきます。終わったらカウンターは閉まっておきます。クリスタルハンギングオーナメントをブラインドの真ん中くらいの高さで貼り付けます。光のラインが途切れないように全部で4つ貼り付けましょう。ウッドブラインドが明るめの色の時にクリスタルハンギングを重ねると透明感を出すことができるので、水系のテーマと相性の良い組み合わせ方ですね。ナチュラルウッドビームをブラインドの上に来るように海の波のイメージで横の壁に貼り付けます。ログピラーからはみ出ないように調整します。反対側にも貼り付けます。その時、ビーム同士がぴったりくっつかない場合は、トライアングルウィンドウの位置を調整しましょう。サイドタイドカーテンを壁の右上に貼り付けます。カーテンの横にクリスタルハンギングオーナメントを2つ貼り付けます。さらに IB カーテンも貼り付けます。倉庫からインビンシブル級飛空艇を取り出して横向きにしてから海の上の船に見えるような場所でサブメニューの配置するから設置します。続いてロミン酸ユーティリティコットを裏返して浮き輪のところが表から見えるように右側を半分埋めて設置します。横にはホワイトハーフパーティションを置きます。
カントリーチョコボカウンターを回転させて黒い棚だけが見えるように設置します。下にはホワイトハーフパーティションを置きます。ウッドスラットパーティションを90度回転させて石ガルディアンピラーの内側にスラットの端が少しだけ見えるように置きます。ツリーハングプランターを倉庫から取り出して壁の上の方で今置いたウッドスラットにくっつけるようにしてサブメニューの配置するから設置します。貼れたらウッドスラットは回収します。棚にはお好みで小物を置いてみてください。今回は雑貨店のような雰囲気になる小物を4つ置いてみました。お花をたくさん飾るとフローリストカフェ風になったり、水槽を並べてお魚を飾っても可愛いと思います。ぜひお好きな雰囲気を作ってみてください。次にバレルテーブルを台座に乗せる機能をオフにしてから棚の前に置きます。ここにドラセナの鉢植えを重ねます。ザナランカップボードを横の棚につなげておきます。その上にウォールプランターを貼り付けます。コロポックルクロノメーターをカップボードの上に貼り付けます。シュラードカルトニエを縦にしてハーフパーティションに沿っておきます。倉庫からウッドステップを取り出してデラックスステージの高さと合わせてからサブメニューの配置するから設置します。カルトニエはそのまま右の壁に沿っておきます。その上にテーブルオーケストリオを置いて、壁には魚拓額縁 G1 を飾ります。カウンター周りもお好きなように飾ってみてください。イーゼルには水のイメージの絵を飾るとぴったりです。続いてテーブルエリアを作っていきます。オールドテーブルセットを回転させてお部屋の角に設置します。ログピラー2本をテーブルを挟むように設置します。アンティークウォールシェルフをログピラーの間に貼り付けます。シェルフの上にはサンドリーキャンドルセットを置きます。プランターウォールシェルフを上の方に貼り付けます。ペンダントウォールライトをプランターの上に貼り付けてキャンドルを照らします。壁にはスモールチョークボードとサイドタイドカーテンを貼り付けます。
テーブルの上はお料理系の家具が合うと思います。続いて倉庫からイミテーションオブロングウィンドウを取り出して3分の2くらいが金網の下に出る場所でサブメニューの配置するから設置します。さらに2枚貼り付けます。マホガニーバンクベッドを横向きにして壁に埋めるように設置します。右側にランプが見える向きで置ける場所の一番奥に置いてください。ベッドの中の壁に3大修繕図を貼り付けます。ベッドの前にはサザンカーチを設置します。倉庫からコマンダーシャーククッションを取り出してベッドの上の段に乗るような位置でサブメニューの配置するから設置します。壁にはディッシュウォールシェルフとガレアス製のソーダリンを貼り付けます。真ん中には客席のセットとしてラノシアンテーブルとアイアンチェアを2つ置きます。最後に床の内装をヘリンボーンフローリングに変更します。照明を下げると雰囲気も変わるのでお好きな明るさにしてみてください。海が見えるアンティークカフェが完成しました。染色できるドアにした場合の入り口側です。こちらはシュラードアーチドア。こちらはラノシアンオーネイトドアです。Sハウス1階のレシピいかがでしたか？このお部屋ならお店 RP にもチャレンジできると思うので、ハージングを使った楽しみを広げるきっかけになれば嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。